にちは、メイです。今回は自宅裏にボブの美味しいコーヒーショップを作ります。自宅裏は案内所の左側ですね。今回はこの範囲を作ります。今回の構想を書いていって具体的な位置などを決めていきます。今書いているのはボブのコーヒーショップです。細かいものはどんな家具なのか予想してみてください。最近島とねりこの書き方を覚えたので半分くらいの爆発で収まっています。手前はコーヒーブレイクする用の場所です。お店からはかなり距離がある場所ですね。ここから答え合わせタイムです。ちなみに真ん中の空いている部分は川です。書き忘れていた爆発物を書きます。こんな感じで今回は作ります。地図でいうとこの辺りを作っていきます。川をたくさん掘るのでいよいよシトロン島が沈みそうになってきました。では最初に川を掘るために家具を置いて位置を決めていきます。手前の位置を決めたいのでブレイクタイム用の場所を作ります。丸太系はほのぼの感が出て好きです。先ほどの爆発していた島とねりこを木の間に置きます。あらかじめボブのコーヒーショップを置くために位置を決めておいたので、そこにコーヒーショップを作ります。場所の決め方は西部の街並みを仮置きしてカメラを起動した時にいい感じの位置になるように何度も調整しています。椅子の下に獣道を敷いていきます。家具の下に獣道があるだけでちょっとリアルっぽくなるのでよく使う手法です。森の中や自然いっぱいの場所だとなおさら獣道を下に敷くの推奨です。川を掘っていきます。家具を置いた場所から一マス開けて川を掘り進めます。エントランスを作った時に作った川ともつなげていきます。今回は川が不自然なところで止まらないようにちゃんとつなげていくようにしようと思っています。素晴らしい島作りをしている人たちの島を見ているとどの方も川の終わりと始めが綺麗なんですよね。私みたいに隠れてればいいやーのズボラ派とは違い丁寧な暮らしをされていますね。丁寧な暮らしとは派なので丁寧に考えるだけで頭がとなっています。島作りは島主の性格が出やすいですね。住民たちは丁寧に暮らしていそうなので島もそうしてあげたいなとは思っています。川はカクカクにならないようにまん丸な角にしていきます。丁寧にね。こんな感じで川ができました。時を進めます。ボブのコーヒーショップが建ちました。ボブの店周りを整備していきます。お店の入り口は階段をさらにプラスします。獣道を敷きます。今回は作りませんが案内所横の道の整備をするときにつなげる予定です。左に行く道はパーゴラにつながる道です。新作の飛び石のマイデザインは投稿してあるのでご自由にお使いください。マイデザインの切れ目を島とねりこで隠します。右側の景色となじませるために針葉樹を植えていきます。シトロン島では針葉樹が多く広葉樹は少なめです。左側の道を整備していきます。シトロン島の花は基本紫のヒヤシンスです。本当は白い菊が島の名産だったのですがその座を奪いました。今白い菊は砂浜の花となっています。紫のヒヤシンスからその座を奪い返すことはあるのか。
革には石がつきものなので、よくある庭石で表現していきます。参考画像のような感じにしたいのが本音です。ボブのコーヒーショップではシトロン島の美味しい天然水を使っているため、美味しいコーヒーが入れられるという設定です。水が美味しければ何でも美味しくなるような気がします。紫のヒヤシンスとお揃いの色のパーゴラを置きます。色が統一されていた方がまとまりが出ますよね。ボムのコーヒーショップ周りができてきたので、道に合わせて革を拡張していきます。飾り付けてから革を彫った方が確実ですね。ちなみにこの事実に気がつくのに2年という歳月を費やした島主です。パーゴラの後ろに続くように革を彫ります。コーヒーショップの裏は未定ですが、なんかいい感じのものを作りたいですね。釣りをしている川を埋めて強制終了させました。島クリエイトあるあるですね。コーヒーショップ横の針葉樹の数を少し増やします。次は手前の針葉樹エリアを飾り付けます。家具を置くために少しだけ革を埋めます。家具は正面に何かあると斜めの位置から置けないんですよね。置けないと思っていますが、実は置けるのではと思って何度も挑戦するまでがセットです。木の後ろにデコイを置いていきます。手前の針葉樹エリアが飾り付け終わったので、左上の雑草の生えている部分も整備します。飾り付ける前に革の形がいびつなので、いい感じになるまで整備します。こちら側の革は南にある河口につながる予定です。川沿いの石を表現するために石の舞デザインを敷いていきます。デフォルトで岩の地面とか川沿いの地面とかあったらよかったですね。パーゴラ周りと同じようによくある庭石を置いていきます。島と練り子の花壇の色はグレーにして石と馴染むようにしています。だんだんできてきましたね。次にコーヒーブレイク用の場所を整備します。木製スツール周辺からカメラを構えるので、その辺りを塞がない家具を置いていきます。岩とか置けたらリアルさが増していたかもしれませんね。左側の島と練り子の場所を整備した時と同じように石の舞デザインを敷いていきます。メニュー黒板を置いて開業します。こんな感じになりました。雲一つない青空と川がつながって見えていい感じです。ボブのコーヒーショップはいかがだったでしょうか。どこもかしこも水だらけで沈みそうな島ができてきました。ボブのお店に行ってみたいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。